Let's go. あ、来た。あ、来た。ララララ。はい。すいません、遅れました。いらっしゃいませ。いらっしゃいませでいいのかな。やほやほ。OK。Good。よいしょ。どうも。よし。ちょっと遅れたんで、早速説明を入れていきます。多分、初めましての人いると思うんですけど、皆さんカメラオンでお願いします。カメラオンで、マイクロフォンはミュートでお願いします。皆さんカメラはオンでお願いします。プレゼンしていくので、皆さんカメラオンでお願いします。ゲストはカメラを見ながら喋りますので、皆さんカメラオンでお願いします。で、マイクはミュートでお願いします。カメラオンでマイクをミュートでお願いします。ゲストの方は皆さんの顔を見ながら作品発表をしたいので、皆さんカメラオンで協力お願いします。カメラオンでマイクはミュートでお願いします。聞こえてますよね、きっと。はい。カメラオンでお願いします。で、多分、初めましての人もいるし、ズーム慣れてない人もいると思うので、ちょっとこの講義中の、まず、説明をします。講義が始まりました。皆さん、右上に、画面をコントロールできるところがあるので、スピーカービューでお願いします。講義が始まったらスピーカービューでお願いします。で、そこをクリックしていただくと、ギャラリービューとかにも変えられるので、他の画面に移れるんですけど、講義中は右上の、スピーカービューの、変更をお願いします。で、皆さん、チャットを開いてください。で、講義中、基本的に英語でプレゼンが入って、僕が一応通訳するんですけど、その画面上で起きてる内容とかを、タイプしながら、日本語でタイプしながらミュート上で説明入れていくので、チャットを開いておいてください。チャットを開いて、ビューはスピーカービューでお願いします。で、カメラをオンでお願いします。ゲストの方は顔を見ながらコミュニケーションを取っていくので、カメラをオンでお願いします。で、マイクはミュートでお願いします。で、皆さん何か質問ありましたら、チャットの方にタイプしてください。何か質問ありましたら。チャットに、タイプしてくれたら確認するので、その後、話を振ったらマイクで回答していく感じでお願いします。という感じで、これがベーシックなインフォメーションです。で、多分、初めましての人がいるので、簡単に、自己紹介をします。初めまして、小西翔です。で、初めましてじゃない人は、お帰りなさい。お久しぶりです。僕はですね、今回、第7回目かな第7回目ですね。第7回目の、このインターネットの講義になるんですけど、ショコニシデザインラボは2017年に始まりまして、基本的には、日本人の、ファッション学生の方の、海外、進出を、手助けするっていうのが、目的で僕が始めたものになります。で、基本的には、全部、昔はスカイプでずっと授業をしてて、マンツーマンセッションで、ポートフォリオを作っていくっていうのが、僕自身は、2015年に東京モード学園ファッションデザイン学科を卒業しまして、ニューヨークに渡りました。で、ニューヨークに渡った後に、予備校に行きまして、PR アーツセンターという予備校に行きまして、そこでポートフォリオを作って進学をしました。で、PR アーツセンターで現在僕はポートフォリオコースとしてもニューヨークで教えてるんですけど、ニューヨークに行った後にパリスカレッジバーとファッションデザインオートクチュールハイテクノロジーの大学院コースに行きました。で、2017年にそちらを卒業した後にニューヨークに戻ってきて、パーソンズのファッションデザイン&ソサイティの大学院を2019年に卒業しました。なので、3つの違うファッション学校に行きまして、3つの違う国で。で、それで僕が、発見したっていうところが、日本で学んでるファッションと世界で、学ばれているファッションデザインっていうものが結構大きなギャップがありまして、で、結構日本で4年間僕はファッション勉強したんですけど、自分で作ったものが結構世界で通用しなかったっていうのが進学において、あったので、ポートフォリオの作り方だったりとかを、伝えていく。
っていうのを、やりたいなっていうのが、出だしでデザインラボを始めました。っていうのが、ポートフォリオの先生で日本語が喋れる人が全くいなかったんですよ。で、当時その時全くいなかったので、自分がすごい苦労したっていうところがあったので、日本語を使いながら、英語での、仕組みで、世界に通用するようなデザインの考え方みたいなのを伝授するっていうのが、きっかけでした。で、このコロナが始まりまして、3月ですね。3月に始まってから、オンラインが結構普及し始めたってこともあって、世界中の皆さんが、なんか、ポジティブに言えば時間ができたっていうところもありまして、じゃあみんながオンラインでつながれる時代が来るんだったら、世界中のいろんなアーティストの人だったりとか、活躍するタレント性のある人たちを、逆に日本の皆様に紹介していきたいっていうのもありまして、このオンライン講義を始めました。で、それは6月に第1回目を迎えまして、今、第7回目になりました。で、今回で多分3回目の無料の回だと思うんですけど、定期的に無料の会をやって、新しい人を紹介してるんですけど、基本的には有料で勉強会っていうものを開いてます。で、大体その参加費は1000円で勉強会っていうのを2週間に1回のペースで、開いてるんですが、ショコニシデザインラボは、オンラインサロンもやってまして、インターネットで会員になっていただくと、その勉強会に参加できるっていう、仕組みになっております。で、今回というか、全部のレクチャーはレコードしておりまして、そちら、僕らのウェブサイトの方にアップロードしております。ただ、会員の皆様だけ、いつでもフルバージョンが見れる状態にはしています。なので、会員になっていただいた方は、もし当日参加できなかったとしても、改めて勉強が、各自でできるっていう仕組みになっております。で、デザインラボの話をせっかくしたので、そのまま続けますが、今年じゃないですね、来年の3月の春にデザインラボを東京に開校しようという、動きをしております。で、基本的にはこのオンラインを使って、世界中のゲストを招いて勉強をしていく。で、その日本のファッションデザインというものがあまりにも結構なんか孤立してる感じがすごい僕の中ではあるから、もうちょっとそのインターナショナルな考え方だったりとか、ディスカッションを気軽にできる場所っていうことで、このオンラインは引き続き続けていきます。が、デザインラボは今までずっとオンライン限定だったんですが、スタジオを来年の春に、開講しまして、そこでは、僕が自分自身で体験したファッションデザインの、言ったら、アートの大学の中にファッション学科っていうのがあるのが基本的に多いので、アートの環境下、アートスタジオの環境下の中で考えるデザインっていう、ファッションデザインっていうものをより結構教えていきたいなってことで、ラボを来年の春オープンするんですが、そこでは、生徒さんを募集しておりまして、生徒さんは24時間使えるような環境だったりとか、服を作るっていうものがシンプルに縫製をするとか、製造するっていうことだけじゃないんだよっていう、僕のインターナショナルの考えのもと、なんかペインティングしてもらったりだったりとか、植物育ててくれてもいいし、なんかそのクリエイティブな環境、スタジオっていうものを、持っていただきたいっていうことで、来年の春に、スタジオをオープンします。で、それは多分3月の終わりになるんですが、それが東京にできますというお知らせです。で、そういった情報なども、LINE アットの方だったりとか、ウェブサイトの方でアップロードするので、皆さん時間があったらぜひチェックしてくださいというのがお知らせです。で、今回の講義なんですけど、ゲストを招きまして、今回ジャスティン・チーさんをゲストに呼んでるんですが、彼の簡単な説明、後で自分自身でしてもらうんですが、今回の、勉強会のポイントとしましては、今まで、たくさんの、違ったゲストを呼んできたんですが、結構なんか、英語が得意な人を呼んでたんですね。英語圏の人だったりとか、アメリカの、もともと生まれも育ちもアメリカの人だったりとか、イギリスの人だったりっていうのが多かったんですが、ジャスティンさんは、今回台湾出身なんですけど、台湾ってすごい日本と文化が、似てるんですね。似てるんですけど、海外留学、大学院留学っていうものをピンとこない人もいると思うんですけど、ジャスティン・チーさんは、アメリカでは FIT っていう、世界で言われるファッション名門校の、2年前に FIT がファッション大学院を開校しまして、そちらの卒業生です。で、卒業が今年のコロナ真っ只中ですね、5月に卒業されまして、このウィズコロナの中、留学生として卒業をする、違う国で卒業するっていう状況がどういうふうに、彼の人生に影響してるのかとか、その台湾でファッションを勉強してニューヨークに来て、それで自分のデザインがどういうふうに変わっていったのかとか、そういうところを、ポイントに、今回のプレゼンテーションを聞いていただけたらなと思います。で、過去来てくれた方はわかると思うんですが、
ファッションデザインポートフォリオについて今回学んでいくんですが、いろんなスタイルがあるんですよ。で、ファッションポートフォリオって一言で言っても全然違う。で、個性が違うし、目的に合わせて作り方っていうのが違います。なので、今回の、回だけ見て、ファッションポートフォリオとはこういうものだっていう考えにはならないでいただきたいなっていうのは注意事項です。で、皆さん、たまに僕質問もなんですけど、ファッションポートフォリオってこれで正解ですかって聞かれるんですけど、基本的に、国際的に言われるファッションポートフォリオっていうのは個性の集結体なので、一人一人によって正解が違います。なので、それは勘違いしないでください。このやり方、このフォーマットを使ったらいいポートフォリオかって言ったら、個性次第なのでそうではありません。で、今回のジャスティンさんに関しては、過去を来てくれた人は分かると思うけど、ちょっとだいぶ違う。なんか今までのゲストの人たちはどっちかというとクラフトマンシップだったりとか、その自分の、手の強さだったりとか、その手書きの力強さだったりとか、なんかクリエイティブメスって言葉僕よく使ってたと思うんですけど、なんか創造性のある、散らかし方みたいなものが結構ポイントだったんですが、彼はものすごくミニマリストな感じな、ポートフォリオの仕上げ方です。っていうのがバックグラウンドとか、後々喋ってくれると思うんですが、プロダクトデザインやってたりだったり、グラフィックやってたりとか、バックグラウンドが違うんですよ。っていうので、今回彼の見せてくれるポートフォリオはすっごい綺麗です。すごい綺麗で、僕がその共通点で言うと、日本の、ポートフォリオ僕も作ったことあるんですが、とにもかくにも綺麗にきちきち分かりやすく、作ってください。相手に理解されるように作ろうみたいなやり方で僕作ったことがあるんですが、そのやり方にすごくちょっと似てます。似てるからちょっと共通点は見えてくるんだけど、個性の出し方みたいなところは全くもってなんかこう違うアプローチが入ってるから面白いとは思います。ので、早速ですが、ちょっとジャスティンさんに来ていただきます。で、中間ポイントで、今回のプレゼンテーション自体、だいたい僕がトランスレート、通訳入れていくので2倍ぐらいになっちゃうんですが、途中の45分ぐらい経ったぐらいで、トイレ休憩入れますので、その時に、お手洗い行ってください。ちょっと長くなるので、プレゼンテーションが終わった後に Q&A に入ります。で、1時間半ぐらいプレゼンが入るんですが、もしその最中に質問がありましたら、チャットを使って質問してください。で、質問してくれたらそこでストップして答えていきますので。で、皆さん、諸事情がない限り、カメラオンでお願いしますね。ジャスティンさんは、見てるので、皆さんのことを。で、カメラオンでマイクはミュートでお願いします。じゃあ、それでは、スピーカービューでお願いします。で、ジャスティンさん来てもらいます。はい。ジャスティン。Hi. Hi. Morning, everyone. Good morning, good morning, good morning. 皆さん、ジャスティン見えてますので。はい。Sorry, I was just like talking alone. Like, I just like explain what's gonna happen today. Yeah, well, I know anything. Yeah, right. Yeah, but like, we're gonna just like start your presentation. Would you mind to like introduce yourself? Yeah, I can share my screen first. Oh, yeah, sure. Yeah. Could you see my screen now? Yeah, I do. 皆さん見えてますかね？見えてなかったら、チャットだったりマイクをオンにして聞いてくださいね。で、これ早速、彼はその自己紹介をするっていうところで、いきなりもうプレゼンテーションのそのファイルを使いたいってことなので、ここから彼の自己紹介が始まっていくっていう感じでございます。ちょっと待ってくださいね。なんか URL から入れない人たちがいるみたいなんですが、皆様は入れてますね。ちょっと待ってくださいね。少々お待ちください。Sorry. You want me to start? No. Sorry. Give me a moment. I just sure. need to figure out the programs. Okay. Okay. Sorry. Let's start. Yeah. So hi everyone. I'm Justin. I come from Taiwan and recently finished my graduate studies from FIT, MFA Fashion Design program. I have a women's wear design background in bachelor in Taiwan, and also specialized in functional and graphic design. And recently, I started working as an assistant for 3.1 Fiblim in a menswear and accessories team. Okay, let me translate. So, ジャスティン・チーさんなんですけど、ジャスティンは英語の名前ですね。ジャスティンは、台湾出身で、ウィメンズデザインを台湾の学校で勉強して、その時に、ウィメンズデザインで、さらに特化したそのファンクショナル、機能性だったりとか、グラフィックにも特化した勉強をしました。で、その後に FIT に来て、大学院を卒業しまして、現在は、3.1 のフィリップ・リムですね。フィリップ・リムのところの、メンズデザイン
とメンズの、アクセサリーデザインの方でインターンシップをしていますということで、在学中は彼は、カルバンクラインですね。ラフ・シモンズがいた時のカルバンクラインのアクセサリーデザインの方でインターンシップをしていた感じです。Great. As a designer, I define myself as an observer, only inspiration from my daily observation. Then I will share with you what I observed in my 2 years thesis development. OK。この書いてくれてる通りなんですけど、彼はデザイナーとしては、ユーザーエクスペリエンスと機能性を重視しておりまして、彼はすごい観察力がすごい鋭くて、後々出てくるんですけど、すごいパターンカッティングとかすごい上手くて、そのなんか、ユーザーの世界観の中に融合してって、どういうものが、便利かなとか、そういうことを結構研究するデザイナーであります。Great. My thesis title is put on and take off. These two verbs is the actions we repeat every day. We put on the garment and take off the garment. I discuss how and why we wear the garment in my thesis research. OK。で、彼のこのT 室ですね。皆さんなんかファッション学校行ってたら、専門学校が多いと思うんですけど、基本的には、その大学院って卒業のタイミングで T 室って言って論文ですね。論文発表をするんですけど、論文発表と同時にコレクションをデベロップします。で、彼のその論文のコレクション制作のトピックがその着衣と脱衣ですね。着たり脱いだりするっていうところがポイントで、彼今この色がついてるんですけど、後々それが出てくるんですけど、これは着脱する時のアクションが作り上げた、パレットですね。っていうのが、彼の、出だしのページになってます。Great. We dress ourselves for protection, aesthetic, self-expression, and various reasons, but we rarely think about the actual actions of how we put on the garment. When we conduct the actions of putting on, we need to unfasten the object attached to the fabric. Like buttons on the shirt, it already exists for more than 800 years. And while it's still there, we still use it. It didn't change a lot. This curiosities also influence where my thesis idea come from, and I try to arouse our consciousness to the subtle detail that we seldom notice in our daily life. I see. で、彼の一番最初の出だしはそういうふうに服を着るっていうことは、ボタンを外したりとか閉めたりそういうふうな動作が、アクションが起きる。で、もうそもそも服を着るっていうこのアクション自体はどういうふうな目的でどういうふうに考えられてできたんだろうっていうところがポイントですね。例えば T シャツだったら被るだけじゃないですか。でもシャツっていうのはこういろいろ開けたり閉めたり、今の生活だったらすごい便利って感じるかもしれないけど、その当時ね、被るだけでいいんだったら被る方が楽じゃんとかっていうのもあると思うんですけど、そういうのはその歴史的な背景だったりとか、そういうふうなどうしてこの機能性が必要だったのかみたいなところに着目して彼はリサーチを始めてます。で、その左にあるのがグラフィックで彼は勉強してるからグラフィックのトルソーを作ってるんですけど、ここにあるように、トラウザーはだいたいこのぐらいのボタンの位置だね、シャツはこれぐらいの数あるよねとか、ベストはこれぐらいとか、コートとかそういうリサーチをして、マークをつけてますね。なんかそのマッサージのツボじゃないけど、ここら辺にボタンが来ますよねとか、ポケットはこういうところに来るよねみたいな歴史を勉強してて、シャツ自体は800年前からあるデザインで、それがどういう風にして現代に生き残ってるんだろうっていう着眼ポイントが彼の論文のコレクション制作になります。Great. In the beginning, my imagination is creating something useful or functional product, but during the 2 years development, I'm not limited to these small objects. I explore the relationship between daily fasteners, people's wearing actions, and clothing structure. My questions are like why zippers most of the time are at the center front. Is it really functional or just because our body already used to this combination and placement, making the wearing more like a daily ritual? Making you can mention the Nando's zipper project with YKK. Yeah, it's also a work influenced my thesis idea. I see. で、彼のこのポートフォリオにあるように、なんか、そのオープニングですね、その空きの部分ですよね。空きの部分っていうところに結構着目してるんですけど、ここにあるように、タートルネックだったら首だけとか、ボタンのものだったらここにボタンがあるよねとか、ジップのやつもここだよねとか。で、基本的にそのセンターフロントにあること自体ってファンクション的なのとか、なんかその、プレイスメントですね。本当に真ん中にあるべきなんだろうか、こういうものはとかっていう疑問点もここでは、調べてます。で、
まあ基本的にまあポートフォリオを作るときってそうなんですけど、疑問、なんかデザインっていう言葉を考えてほしいんですけど、デザインとアートって全く違うんですけど、デザインって基本的には私たちの生活をより良いものにするために行うものです。で、そのデザインっていうところにやっぱり彼はすごい特化してる。これって本当に僕らのためにいいものなんだろうかっていうところの問いをすごい投げかけてるっていうところですね。Great. Then I will share like different experiments I made in these 2 years. In my first experiment, I chose the most directed way. I took videos to record how I wear the garment with different structure and fasteners. で、彼はこのリサーチをする上で2つの、やり方をしたんですけど、まず1つ目紹介するのは、本当にその直接的なやり方、どういうふうに着てどういうふうに脱ぐんだろうっていうところを、まあ、動画を撮ってリサーチしていったっていうプロセスですね。だから上に57セカンドとか57秒とか何秒とか書いてある、この感じですね。時系列通りにフィルミングをしてる、ドキュメンテーションを撮ってる、どういうふうに服を着るのか、ボタンバージョン、ジップバージョンみたいな。And this one is how long I've like finished the process. Oh, when you wear. Yeah, how long I wear. I see. で、これはね、機能性とかも考えたリサーチをしてるので、例えばの話、一番上のボタンっていうボタン付きのジャケットを着るときに僕がどれぐらい時間がかけてるんだろうっていうレコードですね。で、ボタンは56秒かかりました。ジッププラスボタンだと30秒ぐらいですね。で、着ました。スナップだと26秒。で、ジップだと11秒で切れましたっていう、その時間的なリサーチっていう観点でも彼はここでやってます。で、その時間をただ単に数字で書くだけじゃなくて、ここで考えてほしいのが、皆さんポートフォリオを作るときって意識してほしいんですけど、ポートフォリオって基本的にビジュアルコミュニケーションです。なので、どれぐらい時間かかったって数字で言われるより、こうやって長さ、表で見せられた方が分かりやすいし、面白いって感じるっていうのが、もう彼はそういうふうにデザインをここにしているっていうところです。それ皆さん考えてくださいね。リサーチが面白かったとしても見せ方が面白くないっていうのがよくあるケースなので、リサーチのアングルも面白くて見せ方も面白い。それを考えるのが、まあ、デザイナーの仕事でもありますね。Great. Then I make the 5 moment actions I found. Basically, we use our thumb and forefinger to fulfill the process. So thumb and forefinger are quite important for the user. So you're saying 4 fingers? Yeah, basically like the thumb and forefinger is more important. Tone. Yeah. Okay. まあ、彼はこの服を着る上で大切な、まあ、アクションですね。自分たちは手を使って、人差し指と親指が特に重要な働きをしている。私たちが服を着る上で。っていうところで、その親指と人差し指の動き方もリサーチしてみようっていうアングルがここから始まります。Based on the last experiment, I gave the user some restrictions. The first one is hand without the thumb, and the second one is all fingers connecting together, like the Doraemon hand. Yeah, and the third one is just a regular hand. And I use ink with different colors to distinguish each action. So the left side pictures are the chest, left undershirt. で、彼はここで色を使って、最初に出てきたグラフィックですね。っていうのは、彼のこのリサーチで描いた、まあ、ペインティングですよね。で、その中でいろんなリサーチをしてるんですけど、まず、その規制をかけたやり方を使って、シャツを着てみようということで、まずその位置が、5個の指全部を一気に使う。親指と人差し指だけに頼るんじゃなくて5個。だからドラえもんみたいな感じでこうやってシャツを着るっていうのが一番最初の緑ですね。で、2個目の、規制として彼がやったのは、親指を使わずに、4本指だけ、人差し指から小指だけで、こう、シャツを着てみる。で、一番最後にやったのが全部の指をひっつけた状態でやる。これがドラえもんだ。これがドラえもんのやつですね。全部ひっついた状態でこうやって触っていく。っていうやり方をして、どういうふうに、どこを触ってるんだろう自分がっていうところを色をつけながら、その足跡をデザインに落としているっていうプロセスですね。ナイス。Here is also the chest left on the shirt. で、これが、まあ、彼の、シグネチャーになった、ビジュアルなんですけど、まあ、こういうふうにして、まあ、リサーチから生まれる、まあ、ランダムなペインティングじゃないよっていうところですね。で、これは皆さんなんか、僕結構自分が日本にいた時すごいやってたんですけど、なんとなくかっこいいものを作ってなんとなく飾っとく、ポートフォリオに入れとくっていうのよくやるんですよ。これってなんかかっこいいじゃんみたいなことをやってなんとなくやるんだけど面白くないんですよ。で、
やっぱり日本にいるときってなんかいいものを見せろ、喋るなみたいなことをよく言われたイメージがあるんですよ。なんかとりあえず言い訳をするなみたいな。いいものが語ってくれるから喋るなみたいな感じで、僕はなんか、だからなんとなくかっこいいものをなんとなくかっこよさげに見せるっていうのをよくやってたんですけど、やっぱりその日本から出ていくと、ディスカッションもされるんで、なんでこれなの？なんでこれがいいと思うんってすごい聞かれるんですよ。なんでこれがかっこいいと思うのとか聞かれるわけですね。で、これですごいいい例なんですけど、最初見たとき、ただのなんか可愛いカラフルなイラストレーションにただ見えると思うんです、最初は。ただ、ポートフォリオを開けていくと、なるほど、そういうプロセスとそういうアイディアとそういうリサーチのもとこれができたんだってなると、さらにこう深まる。良さが深まる。だからみんなが、だからこれっていいものなんだってこうディスカッションができて納得ができる。それが、ポートフォリオの質の差ですね。なんで皆さんポートフォリオを考えるときに、なんとなく薄っぺらいかっこいいものを作るだけが目的じゃなくて、そこからエディケーションする、教育する、見る相手を教育するっていうことも、意識してもらいたいなっていういい例ですね。Amazing. Next. In the third experiment, I cooperate with an interaction designer, Qing. She graduated from SVA Interaction Design Program. We combine the three factors influence user experience, which are object, user, and environment. We break the rule of user experience and challenge what is function, then see the actions from the user. So wait, at the SVA, well, it's about interaction design. So they are designing something for, like, what type of like design they are doing? Basically, they design the digital stuff like UX, UI, like the computer website or app. Yeah. So like he is the one from SVA. Oh no. This one is the model, yeah. OK。で、次のステップに行くにあたって、SVA っていうアメリカに別の有名なアート学校があるんですけど、そこのインタラクションデザイン学科の友達とコラボレーションして、このプロジェクトに進みます。で、基本的に、そのなんかファンクションに、機能性に特化したときに、そのエンバイロメントですね。エンバイロメントなんか日本語でなんか環境って言ってもなんかあんまりしっくりこないんですけど、状況とか、環境とかなんか、その自分たちの住んでる場所だったりとか、そういうものがエンバイロメントってすごいなんか便利な言葉で僕らよく表現するんですけど、その自分たちのいる環境、状況みたいなところと、その機能性っていうものがどういうふうに混じり合って、相乗効果を生んでるんだろうかみたいなところをリサーチ始めます。なんで、ここにいろいろありますよね。オブジェクトをどうしてみよう。じゃあビッグサイズボタンでやってみてとか、センターバックにしてみよう、ボタンをとか、ソフトボタンにしてみたりとかって、ユーザーもライトハンドだけなのか、右手だけなのか、左手だけなのか、両手使えるのかとか、なんかそのエンバイロメントも、例えば明るいところだったり、ダークスペースだったらどうなんだろうみたいなリサーチを始めます。Great. For example, in the object part, I change button size, placement, material quantity, and draw the combination of the factors. I took about 70 videos. Okay. Yeah. Wait, how many buttons they have on the front? Here's just some of the videos. Let me play it now. Yeah. Okay. See moves now. Yeah. これはですね、いろんなバージョンのシチュエーションでどういうレぐらいどんな動きになるのかっていうリサーチの動画ですね。アイマスクしてるバージョン、アイマスクがないとか、左手だけ右手バージョンとか、大きいだけのボタンとか、後ろにボタンがあるバージョンとか、どういうふうにその服っていうものがそのユーザーですね、ユーザーとコミュニケーションを取ってるのかっていうリサーチですね。で、エクスペリメントでユーザーエクスペリエンスってよくあるんですけど、このエクスペリエンスって言葉がすごい大切なんですね。で、日本だとあんまりデザインプロセスの中で経験って使わないと思うんですけど、エクスペリエンスって本当によく出てくるんですよ。英語で勉強していると。で、エクスペリエンスって何かっていうと、経験なんですけど、アクションだったりとか、実際にリサーチする上で、あなたがエクスペリエンス経験した方がいいじゃん。確かな情報じゃんっていうことで、よくエクスペリエンスベースでやろうとか、ユーザーはこんな感じになるよねとか言って、実際にその体験してみる、経験させてみるっていうことが結構強いリサーチの、キーポイントになってきます。なんでこれはまさにですよね。わざわざ来なくてやんなくていいじゃないですか。やんなくていいところを一回体験することによって気づける。で、これってただここのビジュアルを作りたくてやってるだけじゃないんで、ここでリサーチをちゃんとしてる。だから分析をする。で、その後のステップに進むっていうための動画ですね。なんでこの後ろにわざわざボタン作ったんでしょうね。一から。この動画のために。
だからそういうポートフォリオで僕すごい言うんですけど、リッチなポートフォリオを作ってくださいってよく言うんですけど、そのリッチの意味ってお金をかけるとかそういう話じゃなくて、こういうワンシーンの中で、あ、こんなの絶対わざわざ作ったんだろうなって見る人は、ポートフォリオを見せる相手書いてくださいね。それはもちろん友達同士で見せることもあるし、後輩に披露することもあるかもしれないけど、ポートフォリオって基本的には仕事をいただきたい人だったりとか、教授だったりとか、年配の方だったり、なんかその経験値が自分より多い人に見せるっていうのがよくベーシックとされる目的です。で、その時に分かる人にはすぐ分かります。あ、これのためにこれぐらいの仕事をしたんだなとか、この小さな動画のためにわざわざこのシャツ作ったんだろうなとか、あ、そのフィット感とかもここではすごい見せられてるわけですよ。彼にすごいフィットしてるシャツ。これが例えばなんか大きめのサイズだったりとかしたらリサーチの意味がまた変わってくるから、ちゃんとしたフィッティングでわざわざシャツを作り変えて、動画を撮って、うまくオーガナイズしてる。だからその自分のスキルを一つ一つのページにアーティスティックに披露する場所でもあるのが、まあ、ポートフォリオの役目でもありますね。Great. Then I visualize the relationship between the user, fasteners, and garment openings. I love the character, black and yellow. That's cute. で、これは、これもまたいい、すごいいいことなんですけど、リレーションシップってよくすごい使うんですけど、これはまあ、ユーザーとそのものがどういうふうにリレーションシップ、どういうふうな関係性を、作り出しているのかっていうのを、まあ、そのモーションですね。まあ、言ったらここで大切なのは、まあ、そのビジュアルとして動画としてもそうなんだけど、そのユーザーがどのようにこのシャツを着るときに動くのか、まあ、言ったら、自分で着てるんだけど、コントロールされてるっちゃされてますよね。このデザインに。その体が。こういうふうに袖を通さなきゃいけない。ここを閉じなきゃいけないって言って、その服によって体がどういうふうにこう操られているのかみたいなところも、このモーションにして、動画にして表現してますね。This one is put on a hoodie. これはフードを着るときの動きですね。で、アームはこういう風に動いて、ジッパーはこういう風に動いてますよ。で、オープニングスってあるのは、袖口とか、裾の開き口とか、ネックとかですね。で、それもオープンしてるじゃないですか。で、人は絶対そういうところを通すわけじゃないですか。だからその入り口がどういう風に動いて、どういう風に体がそこから貫通してるか、で、どういう風にジップを使って開けてるのか、みたいなところをモーションにして表現しております。Right. Like this one is put on a t-shirt. So I use different colors to mark different parts, like the body, arms, openings, and sleeve, and people's wearing action. これは T シャツを着るときの動きですね。だからオープニングでまあネック、でっかいところがあって、スリーブですね。スリーブを別にしてるのか。スリーブがあって、で、アームの動きみたいなところを動画にしてます。Right. Then I will talk to you the last experiment. I extend the timeline of wearing because my previous research is all focused on the putting on. So like develop to now, not only put on, but continue to take off the garment. I see. で、これがそのリサーチにおける彼独自のやり方ですね。ここから彼のクリエイティビティのところがすごいグッて入るんですけど、このリサーチをした後にプットオンからテイクオフですね。だから着衣するところから脱ぐところみたいな一連の動作を全部かけてやるとどういうデザインになるんだろうみたいなクエスチョンに発展しますね。で、例えばの話、ここで出てきた大切な掛け算の要素としては、まあ、オブジェクトですね。オブジェクトがあって、ユーザーがあって、そのユーザーの動きがあって、そのエンバイロメントですね。どういう環境にいるのか。で、それプラス、まあ、ファンクショナル的な機能性を入れながら、アンファンクショナルな部分も、ミックスする。で、それに、そのドレスアップ、ドレスダウンっていう、そのムーブメントを足すと、果たして一体何になるんだろうはてなですね。で、彼はもう本当にグラフィック出身なのが見てわかるように、その、例えば言葉じゃ伝わりにくいものをロゴにしてみたりだったりとか、わかりやすく、ちゃんとなんか、象徴してくれてますよね。で、そういうところが、まあ、ビジュアルコミュニケーションの彼のすごい上手いところですよね。で、これを見てわかるように、まあ、彼の経験もそうなんですけど、ラフ・シモンズがいた時のカルバン・クラインのアクセサリーのデザインやってる背景だったりとか、今フィリップ・リムのメンズのアクセサリーデザインしてる背景とかが、このポートフォリオでもトータリーメイクセンスって感じです、僕からすると。でも彼はすごいなんかきっちりかっちりしてて、まあデジタルが得意でミニマルなものが作れる。だからダイナミックなドレスとかが得意そうにはないっていうのはもうこの時点でわかりますよね。だからポートフォリオって自己紹介なんです。どういうスタイルが得意なのか。でもここまで見て彼らが、じゃあ彼はじゃあアクセサリーにお願いしてみようかっていうのはもう本当にこう意味のわかる流れですね。Great.
Then I choose 12 classic items with different structures and fasteners that we can easy to find in our closet. Then I will talk about the next experiment I made. Oh, I see. で、ここで、そのジッパーだったりとか、スナップ、その僕たちの、棚にありそうな服の空きっていうものを、まあ、ここにディスプレイしてますね。で、そのロゴにしてるんで、マークでどこにどれぐらいあるよみたいなリサーチをして、ルックを、ここにまずバーって並べてますね。で、大体大学院行くと言われるんですけど、最大12ルックなんですね。で、最低8ルックっていうのが、まあ、基本的な基準です。で、まあ、彼はその最大の12ルックに、まあ、ここでちょっとアイディアを落とし込もうとしている状況ですね。Great. Then I took about 100 videos from different side of view to record how the user put on and take off these 12 classic items. I see. 100個のビデオを撮って違うアングルからどういうふうに服を着てどういうふうに脱ぐのかっていうレコーディングですね。で、前後ろ横ダラダラダラってやって同時に動かして。で、これも本当そうなんですけど、これって本当にすごいまとまって綺麗なビジュアルだけど、これもパッと見でわかりますね。どんだけ時間かかったのか。テイクワンとか言って一つのサイドやって横やって、これ丸一日多分レコードし終わった後に編集で全てカッチリカッチリサイズを直して、用意どんでスタートして、まあ多分 NG もあったと思うんで、そういうのを編集してここまで作ってる。で、言ってしまえばたかが1ページなんですよ、ポートフォリオの。たかが1ページなんだけど、パッて開いた時にそのリッチさが分かるって分かりますか？リッチってなんか言葉よく使うんですけど、それはなんかどんだけディープか、どんだけ時間を使ってるのか、みたいなところをいやらしくなく見せる。デザインして見せる。分かります？これをやるのに1時間半かか、丸1日かかりましたとか言われたところで、それは別にかっこよくもなければ、なんかこう、クリエイティブでもないじゃないですか。そのクリエイティブっていうのは、まあ基本的には、長時間時間を使った上で、パッと見せるいいものっていうものが、まあ、いいデザインとされ、まあ、よくある定義なんですけど、そのなんか、その実際のものを作るのにどんだけ時間が、まあ、かかったかっていうのも大切なんですけど、それをなんかこう、さらりと見せるみたいなところでデザイン性みたいなのが問われるんで、まあ、彼は、なんか、僕は基本的に、今期ですね、コロナがもしなかったら FIT の大学院で教える予定だったんですよ。で、その時はそのビジュアルデザインを教える予定だったんですが、まあコロナがあったので今はなくなってるんですけど、僕はそのファイナルのプレゼンテーションにゲストで行きまして、まあ彼らの、彼たちの同級生のポートフォリオを全部審査したわけですよ。で、プレゼンテーションを審査した時に、僕はその今回どうしてジャスティン呼びたいなって思ったのは、圧倒的に作品が超強かったんですよ。もうパッと見で。パッと見でわかるんですよ。あ、この子すっごい、夢中になってやってるんだな、みたいな。まあ、圧倒的な仕事量がもう、格然に違うのとクオリティが高い。で、プラスアルファ、今回どうしても呼びたかったのが、プレゼンが本当に下手くそだったんですよ。本当に下手くそ。だからもう、なんか、いいもの作ってるのに全然うまく喋れない。みたいなところで、なんかこう、共感するところがすごいあって、なんかよくあるんですよ。プレゼンが超うまいんだけど、作品大したことない人、でも評価がすごい人ってよくいるんですよ。それとはもう、典型的に違う、アジア人っぽい感じのものづくりをしてる人がいて、だから今回ちょっと皆さんに、ゲストとして共感してもらいたいなっていうところで呼びました。ただ彼は本当に一日でずっと作業してる感じの、もう本当に大好きでこれをやりたいみたいな感じでやってるのも作品見て伝わると思うんですけど、とりあえずもう時間のかけ方がすごいっていう感じですね。Then basically we repeat these three actions to fulfill the wearing process. The first one is grab. We use our thumb and four fingers to grab different edge of the garment. And the second one is pinch. We use our thumb and four finger to pinch the small object like zipper puller. The third one is pass through. We extend our arm or legs to pass through the tube-shaped structure like sleeve. I see. で、この、まあ、どういう自分たちが、そのなんか、力を使ってるか、力とか動作を、注意しながらやってるかって言ったら、まず掴む動作、つまむ動作、腕とかを通す動作っていうそのアクションに、ちゃんと名前をつけてカテゴライズしてますね。で、それにマークをつけてどういうふうに服とインタラクションしてるのか、どういうふうに、相互されてるのかっていうリサーチですね。Then I will talk about a term called signifier from the design psychology. It influenced me how I developed my experiment to the final collection design. It means implying the user how to manipulate a product without additional instruction, like the door handle. So it has specific shape. So it let you know you need to turn, pull, or push to open the door. Or like the handle of the mark, it has a hole. So you let you know you need to put your fingers inside the hole to grab the
stomach and drink the water. I see. で、彼はその記号表現っていうところに、着目していくんですけど、デザインと心理学をこう混ぜるデザインフィロソフィーに行きます。例えばの話、彼も言ってくれた、例えばコップにその取っ手があったら人は指を通してそれを持とうとする。ドアノブがあったらドアノブを引いてドアを開けようとする。っていうので、特に説明なしでそのプロダクトがどのように暗示しているか、どのように使ってほしいってこう、表現してるかっていうユーザーに対してみたいなところを、意識して記号化していく、そのファンクションっていうものを記号化するような、このミニマルで、わかりやすく、こう、凝縮していくっていうところに着目していきますね。Right. Another term with similar idea is a methodology called shokonishi. It's a Japanese word. Really? And the most famous example is the fly image on men's urinal. It lets the user to aim on the fly image and keep the toilet clean. It is hard to make people follow the rule, but it adopts an interesting and playful way to conduct a specific action. Wow. Wait, so you said shikatero? Yeah, I'm not sure if it's the same, it's the right pronunciation in Japanese. Okay, Yeah. この、ちょっと僕らも発音がわからないですけど、日本から来た、英単語なんですけど、仕掛けですね。日本人が言うその仕掛けの仕組み作りみたいなので、英語でこれあるみたいです。仕掛けオロジーみたいな。仕掛けオロジーかな。仕掛けオロジーっていうのがあって、っていうのが日本人で、僕らは見たことあると思いますよね。このトイレにハエがあって、そこをめがけて、小便をしてくださいとか、なんかこういう仕掛けですね。だからこのゴミ箱の上にボールがあったらみんなシュッて入れたくなってゴミを捨ててくれるよねとか、そういう風なファンクションに対して仕掛けを、トラップを仕掛けて、やろうとしてることを、そのカスタマーたちがどういう風に、率先してやってくれるのか、みたいなところを、ここでリサーチしてますね。で、これ日本発祥みたいです。Right. Continue to my final collection design. I connect the implant device, like the plastic handle, with the wearing actions I mentioned, like grab, pinch, and pass through. I magnify and emphasize the moment actions when we manipulate different placement of the garment, and making the wearing become more interactive and playful. I see. で、彼はこのファイナルコレクションに行くに至って、自分のデザインをここで、その記号化する、ハンドルっていうものは引くとか、それで持つとかっていう動きになるじゃないですか。だから、その形を見たときに、ここを持って引っ張ったらこの服って着やすくなるんだ、みたいな、シグナルをここに足してってます。で、彼の、コレクションのベーシック、彼のコレクションのその元となるのは、誰でも持ってそうな、服ですね。ティピカルっていう、古典的って言うとちょっとあるんですけど、ベーシックな普段着みたいなものをベースに、そこに対して彼がシグナルをつけていく。で、例えばの話、オーバーオールだったら、ここをちょっと引っ張りながらボタンを作るから、ここにハンドルをつけてあげるとか、フーディーは上に上がるの嫌だから、こう、グイッてやりますよね。だからその時に指が入れれる穴があったら、指を入れて、グッて下げてね、とか、その、ジャケットとかも意外とこの襟をこうやって直したりする、ここにハンドルがあって直せるよとか、そのハンドルっていう、心理線ですね。ユーザーとの心理線をデザイナーに落としてる感じですね。Right. And this page is my collection drawings combine the details from the last page. So the shiny part is where I put the plastic handle and the actions I emphasize. I see. で、これが彼の、ファイナルのドローイングなんですけど、アイテムごとですね。例えばフーディーだったら、ここをキュッて絞って、フードがちっちゃくなるよとか、で、フードのここを直したいときに指が入るような動きになるよとか、そういうふうな、記号化ですね。アイテム同士の記号化で、私たちが記号を見たときにやりたくなるアクションっていうのを導くコレクションになってます。なんでスカートだったり、トレンチコート、パンツ、T シャツ、デニムジャケットとか、そんな感じで、一つ一つの、ティピカルなアイテムに対するアイディアをここに落とし込むっていう作業をしてますね。Right. And here's some like the small samples and details I make in the process. Right. I remember like you showed us, right? Like during in the end of the semester in school. Right. で、これなんですね。これが僕がゲストとしてクリティックに参加させてもらった時に見てた机の上です。彼は圧倒的にこのサンプルがめちゃめちゃこうバーってあって、壁中にはあったんですよ。こうやってハンドルとかがこう面白いギミックのあるものがバーって。
で、すっごい、そのなんか難しいカッティングなんですけど、まあ、レーザーカットとかを駆使してすごいカットをしてて、それに合わせた、服のパターンカッティングもすごい上手くて、それをやってる。で、なんか、スモールディテールのサンプルを全部作ってるんですけど、めちゃめちゃ綺麗なんですよ、そのサンプルが。で、サンプルを見せられながらそのデザインドローイングを言われると、大体わかるんですよ。あ、これとこれがひっついて、これがコンビネーションになって、こういう風に組み立つんだっていうのがわかるわけですよ。で、まあ、彼の中でも設計図がある状態で、ここには大量のこのペーパー印刷されたリサーチがバーってこう重なってて、で、動画が流されててっていう感じで、まあ、彼の場合は本当に、まあ、過去にこのインターネット講義に来てくれた人分かると思うんですけど、今までのゲストの人でめちゃめちゃ喋るじゃないですか。バラ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 って喋って、僕もバーって喋って、なんかもう息継ぎしない感じだけど、ジャスティンはまあ、皆さん聞いてる感じですごいあんま喋んないんですよ。喋らないんだけど、作品がめちゃめちゃコミュニケーション取ってくれるんですよ。もう分かりやすくてパワフルで、あ、なるほど、これがこのアイデアでこうなんだっていう、もう彼の言葉なしで成り立ってる世界観みたいなところで、まあ、僕はよくその講義中にコミュニケーションってよく言うんですけど、だからまあ皆さんにカメラもオンにしていただきたいんですけど、コミュニケーションはやっぱりデザインのキーポイントなので、で、彼の場合はその喋りだけじゃないんだよ、コミュニケーションはっていうところが、まあ、すごいポイントですね。デザインでコミュニケーションってすごいできるんですよ。で、彼はその心理学を学んだりとか、人間っていうその心理に対して訴えかけるものづくりをしてるから、すぐ入ってこれる。例えばこのシャツのやつとか超可愛いですよね。ここをこういう風に直すときにハンドルをつける。みたいな、そのアイディア、その機能性と、見た目のデザインが融合してる感じですね。I really remember those. Yeah, yeah. This one is when you come to the final critique in school. Here's also some the details and pattern in progress. Right. One more, please. Oh, this one? Yeah. で、こういう風に、どういう風にして、このコードがぐるーって入ってて、ぐる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 ってなって、しわっていくかみたいなのを、さらりと作ってるんですけど、これめちゃめちゃそのギミック考えるとめっちゃ大変なんですよ。そのなんか、皆さん服を何気なく着てるけど、僕は今でもゾッとするんですけど、そのパターンカッターとして働く時だったりとか、そのデザインデベロップしたりとか言われた時に、例えばキャンプ用のアウトドアの服とかバッて持ってきて、これをなんかエレガントなドレスにこのギミックを全部駆使してやりたいんだ、これがパラシュートになりたいんだとか言われると、ちょっと吐き気するんですよ。うーわ。で、それぐらい本当にちっちゃい些細な本当の機能性っていうものを、詰め込む服のディテールってめちゃめちゃ時間かかるんですね。で、彼もなんかこういうふうにさらりとしてなんかシンプルにやりましょうって感じだけど、このシンプルなものを作るの時にいろんなことを考えなきゃいけないのと、あと服のそのパターンの能力がないとたどり着けないディテールみたいなのが彼のポートフォリオにちょくちょく出てくるんですよ。パッパッパって。例えばさっきのレーザーカットしました、プラスチックだねって言うけど、じゃあそれと布をどうやって合わせるかとか、そのフィニッシングをどうするかとか、そういうところってすごい大切なんですよ。で、彼はフィニッシングとかまですっごい綺麗なんですね。だから、こことここを縫い合わせて、これだったら最終的にフィニッシングも縫い合わせるな、みたいなギミックをちゃんと考えて服にしてるっていうところですね。Great. And here's some fitting photos. で、これが、Yeah, you can. Is it like your first look? Oh, this one is just prototype, so it's like cardboard. Yeah, so now the final fabric and これがトワルです。トワルなんで試作品、フィッティング用の試作品ですね。だからちょっとクオリティ高いからファイナルのフィッティングしてるのかなと思ったけど、ただの試作品ですね。で、まあこんな感じでやりますよって言って、ピンキングのシザーでこうカットしてますね。で、裾処理はピンキングでやりますよとか。で、is it trench coat? I think I just like I can quickly play it. Okay. These fitting photos. Yeah. これフィッティングですって。デニムジャケットだ。フィッティングです。Oh, I can talk about this one. Yeah, because of COVID-19, so like this semester, the final semester in school, no one finished the final production of the collection design. So it's another plan. I make a detailed tech pack, like IKEA assembling instruction book, and include all the information I might need when I work with the sample maker, like the measurements and the size of the plastic handle and where to scoop my plastic handle. And like where to put the fusible and the process how to connect each pattern piece. Right. So basically that's your final for the school, right? Yeah, final. But like for the final government, you just finish it by yourself. Right. So like for school, like you needed to submit this type of like final
It's like optional. You can choose through the tech pack or make the collection samples. OK。で、まあ、彼らはそうなんですけど、その卒業、まさに卒生真っ只中の時にコロナが発生します。で、学校に入れなくなって、卒これ自体が進まなくなって、まあ、卒業はしなきゃいけないから、その最終ファイナルで作ったのがこれですね、テックパックって言われる縫製使用書ですね。で、彼はそのデザインのリソースとして、IKEA ですね。IKEA の組み立て方みたいな。誰が見てもこんな感じで作れるんだよ、みたいな、その記号化した色も使ったカラフルな、縫製使用書っていうものを作りました。だから、まあ、こんな感じでカットしてください。こんなメジャーメンでお願いします。みたいなものを作りました。で、学校によってこれすごい、まあ、判断を迫られたんですが、卒業生は卒業しなきゃいけないから何かファイナルを作んなきゃいけないわけですよ。で、まあ、彼ら FIT の大学院がやったのは、このテックパックを完璧に仕上げるのが一つか、もしくは、コレクションのサンプル、とあるって言われるものを全部作るかっていうのが、レーザーカットのマシンとかって学校行かないと使えないじゃないですか。だから、そのテクニックが使えなくなったから、家でできる範囲がやっぱファイナルになるわけですよ。で、このインターネット講義の時、第1回目、サラが来たと思うんですけど、サラはパーソンズの MFA、僕が卒業した卒業したコースを卒業したんですけど、彼らも選択を迫られるわけですよ。どういうふうにするか。っていうので、パーソンズの MFA は、この9月に多分、ニューヨークファッションウィークは来週から始まるんですね。ニューヨークファッションウィークは来週の月曜日で全てオンラインで始まります。で、パーソンズの MFA はそのオンラインのファッションウィークに参加する予定だと思います。なので、皆さんは、この9月までの間にコレクションを完成させて発表する動きをしてます。ただ FIT は、ニューヨークファッションウィークには参加しないので、今回そのテックパックを作って、就職だったりとか、インターンシップを探すためのなんかそのパッケージを作るみたいな感じで、やった感じですね。Did you submit this portfolio to Cerebral? Yeah, I think so. Yeah, I submit this one. Okay. で、まあ、彼はまあこれを使って、フィリップリムで今、インターンシップをゲットしてやってるって感じですね。Great. And also, like, because of COVID-19, so it also influenced how I do the final, maybe change a little bit of the final design. And also, like, I need to find some way to make the production more efficiently, but also keep my personal aesthetic. Okay. Yeah, so this is, like, I'm still working on the final garment now. Yeah, so maybe my idea, it can become like a set of the package. Maybe you can buy the pattern piece or like sew it by yourself with the plastic handle, like a package set. I see. で、彼のそのファイナルアイディアとして、まあ、彼今自分の自宅でファイナルコレクション自体を作ってるんだけど、彼のアイディアとしては、こういうふうな説明書がついてるパッケージ、なんか一つのセットにして、その服をみんなが家で作れるような感じみたいなのを彼の、予測してるファイナルですね。こういう風な説明書があって、皆さんがそれを買って、パッと開けて、IKEA と一緒ですよね。開けて材料があって、それを組み立てて着るっていうのがファイナルの彼のアイディアで今やってる。で、テックパックは終わってるんで、今家で、実際のピースを着々作ってるっていう感じですね。That's so cute. Yeah, I think this part is the graduate thesis work. Right. And then I think you're gonna talk about your BFA now, right? Yeah, maybe I just share the orange project with the Kunihiko. The orange, yeah, Morinaga. So and then before that, let's take a break. Oh yeah, sure. Yeah. So please stop sharing screen. で、ここでちょうどいい時間なので、トイレ休憩挟みますね。で、さっきのが、まとめて言いますと、さっきのが FIT の大学院で彼が作ったファイナルの T シャツコレクションです。で、ここからは、彼が台湾でやった内容ですね。台湾で学んだ内容っていうものを振り返ります。で、振り返って、その後 Q&A に行きたいと思いますので、とりあえず皆さん、5分休憩入りますので、お手洗い行ってきてください。5分後にまた始めます。はい、じゃあ、用意ドン、休憩で。はい。Yeah, you should also it's have break time now. Yeah, break. 5 minutes. 5 minutes, okay. Go.
早速帰ってきたんで、いつも僕勝手にこの休憩中に、雑談するラジオ形式やってるんですけど、また、今の隙に誰が聞いてるかもわかんないけど、ちょっとうだうだ喋らせてもらいますが、このポートフォリオを考える上で、これなんで喋ってるかって休憩中も一応録画は流すんで、その休憩中になんか無言だけもちょっとかわいそうなんで、一応ずっと喋りながら僕の思ういろんな情報を流そうかなと思うんですけど、このインターネット講義なんですけど、今回は無料ってこともあって、皆様、初めましての方も来てくれてるんですけど、基本的には有料でやってるっていうのが、ポートフォリオって基本的に、すごいプライベートなもので、あんまり公開してくれないんですよ、基本的には。で、基本的に公開してくれないところを、なんか僕が、仲いいっていうのもあって、ちょっとお願いみたいな形でやってくれてるっていうのが基本なんですね。で、この無料の会に関しては、僕が唯一できるのが、そのプロフェッショナルとして羽ばたく前の皆さんですね。っていうのが、今回、インターネット講義って、オーディエンスの方が日本ベースの人が多いっていうところもあって、彼ら、インターナショナルの国際的な、その、海外のアーティストの方を日本に紹介するいい機会にもなるわけですよ。っていうことで、僕がジャスティンと喋った時は、先月なんですけど、ちょうどコロナ真っ只中で、仕事も決まってないし、家にいるし、なんか、何しようかな、みたいな感じの状況だったんですよ。で、そしたらじゃあ、せっかくファイナル作ったのにね、レビューもしてないし、プレゼンもやれてないんだったら、こっちでやろうよ、みたいな話が、きっかけでやってます。で、その無料の会がすごい限られてくるんですよ。で、有料の会になってくると、僕は結構プロフェッショナルの人にお願いして、結構、頭を下げて、皆さんのプロフェッショナルポートフォリオを公開していただいてます。なので、何回、このやっぱり僕思うインターネット講義の面白みって、いろんな人のポートフォリオを見比べることにやっぱり、面白みがあると思うんですね。っていうのが、例えばの話、今回だけ来てくれた人は、じゃあジャスティンのポートフォリオを見ました。これいいねってなると、その資料は入るんだけど、比べる相手がいないですよね。比べるポートフォリオがないと自分色が失われていくんですよ。一つのポートフォリオ色に偏っていくっていうところで、何個か違う人のポートフォリオ、違う人のスタイルを見比べることによって自分色が分かってくる。それが結構プロセスなので、例えばの話、僕もポートフォリオはすごい持ってるんですけど、今ちょうど僕、自分の部屋にいるんで、ポートフォリオ今の時間ありそうなので持ってきて見せますね。バーって。どんぐらいあるのかっていうだけですけど。って言って、僕大体トランクケースに入れてるんですごい一部しかないんですけど、なんか、すごい、捕まえるだけでこんな感じでボンってあるわけですよ。で、人にデジタル見せるときって、ジャスティンと一緒で大体20ページぐらいにまとめるんですけど、これ、これが多分、これで一つのプロジェクトですね。これが一つのプロジェクト。これプラスでっかい、テキスタイルの箱があってみたいな感じですね。で、そんな感じで、リサーチしたりとか、こんな感じで、ひたすら僕のスケッチブックとかがバーってここであったりとかするのとか、あとなんかポートフォリオって目的によって違いますよって、これあれですね、僕がモード学園を卒業した時のポートフォリオですね。写真のみって、しかも逆。作った写真だけっていう。ファイナルの写真だけをこうやってやってるやつ。で、これでは、大学院とか海外のファッション学校には入れません。このポートフォリオだと確実無理です。で、いうか僕これ見せたんですけど、ファンデーションの基礎学科からやり直してくださいってすごい怒られました、これ見せたら。なんか、服めっちゃ作ったのになっていう。プロセスが全くないんで、今となっちゃ確実に意味わかるんですけど、言われたり。これがあったりとか、これはもうちょっとあれですね。これは僕が仕事もらう時のポートフォリオです。で、これも写真だけにしてます。っていうのが、いろいろそうなんですけど、僕、ポートフォリオ自体、多分12個ぐらい持ってるのかな、一人で。12個ぐらい持ってるんだけど、目的に合わせて全部作り変えてます。なんで、大学院受けるときはこっち。で、大学院受けるときはどっちかと言ったら、こっちです。こっち作ってください。進学するときはこちらで。で、こんなん持って仕事の話したら鬱陶しがられるんで、仕事するときは、こうやってスタイリッシュに行きます。っていう感じですかね。なんで、このカバーとか、その物質みたいなものってスタイルがやっぱり出てくるので、皆さん、ポートフォリオ現物持ってきてねって言われたら、100均のクリアファイルとかで出さないでくださいね。みんな結構作ったりするんで、このカバー自体。
っていうのも、自分のデザインのプロセスの一つですね。で、デジタルポートフォリオをまず送るんですよ。だから彼みたいにデジタル上で分かりやすいっていうのはすごい大切。で、僕もウェブサイト持ってるし、ウェブサイト自体も自分で作るし、基本ウェブに特化したものも作るんだけど、やっぱりフィジカルの持つ力ってすごいあるんですよ。で、あと履歴書とかもそうなんですけど、これ僕が大学院にやってた、スケッチブックですね。これは僕の抜け毛とお花が融合した瞬間のコラージュですけど、人間というか自分自身と自然がどういうふうに一体化するのかみたいなのを、その自分が作り出すマテリアルって何なんだろうと思って、爪と髪の毛をひたすら集めてた時代の気持ち悪いスケッチブックです。ただ、そういうアプローチが、やっぱりその研究っていう面ですごい良かったりするんですね。で、僕が読んだ本のスクラップとかはすごい入ってるんですけど、どういう言葉に僕が影響を受けて、どういうものにインスピレーションをもらったのか、とりあえずひたすら本を読むわけですよ。読んだものをこうやってレコードして、僕が、これ僕じゃないですね。人体について、解剖学とか勉強してるときですね。で、あと皆さんなんか、あれですけど、スケッチブックってレコーディングなんで、こういうなんかレシートとかも僕は付け足すんですけど、っていうのがこれって別に、見せるためでもあるんですけど、自分のためでもあるんで、例えば、どこの店で買ったっけみたいなとかもちゃんと記録していくと、過去に戻った時に、そうだ、この店だったわ、とか、このぐらいの値段したな、みたいな時って、不意にたまに必要な時あるんですよ。ほんとたまに。だからそういうのもレコードする。で、もちろんこんなレシートのところとかデジタルに載せませんよ。載せないんだけど、使えそうだったら使っていくっていう感じですね。で、皆さん、ポートフォリオの作り方って、ちょっと、ざっくりしすぎて分かんないと思うんで、次回ですね、次回ちょっと僕の回をします。ゲストの時で僕の回をするんで、その時は、すっごい分かりやすくなんで、分かりやすくすっごい単純にするんですけど、ポートフォリオの作り方のレクチャー一回入れます。っていうのが、もうちょっと、ポートフォリオ見せられすぎて、どっから始めたらいいか分かんないって多分なってくると思うんで、まずポートフォリオの始め方、自分のポートフォリオを作ってみようっていうので、まず、僕、プレゼンファイルとかはちょっと作らないので、喋りだけになるんですけど、喋ってこうやって見せます、現物。で、見せるんで、当日来てくれた方が分かりやすいと思います。プレゼンファイルを別に上げたりするわけじゃないので。で、会員の皆様は、そのゲストが使ってくれたプレゼンファイルの PDF ファイルとか載せてるので、ギャラリービューに。ギャラリーで後で見てもらうことも可能です。こんなプレゼンファイルやってたんだ、みたいなのは会員の皆様は確認できるので、見てみてください。で、次回は、例えばの話ですけど、これ僕全然好きじゃないんですけど、自分は。ただ、これは全然違うタイプの、僕がテクノロジーやった時の、どういう素材開発のやってるのかっていうのをまとめるやつですね。で、こういうのの方が、見せる相手には喜ばれます。ただ、これじゃ学校に入れませんよとか、そういう微妙な差があるんで、そういうのは、アドバイザーにしか見抜けないところってあるんですよ。なので、僕は苦労しながら、だからすっごいありえないポートフォリオ持ってるんですよ。今見返したらなんだこれみたいな。こんなのよく作ったらみたいな見えるんだけど、僕その当時メンターがいなかったので、アドバイスくれる人が本当に結構いなかったので、もがき苦しみながら作ったポートフォリオ集なんですけど、デザインラボでは、そういう、こういう目的だったらこのポートフォリオ作った方がいいよとか、こういうリサーチした方がいいよみたいなのを、僕が教えていくっていう場所になります。で、結構文化の方来てくれてると思うんですけど、文化のとか、もう僕はモード出身なんですけど、の専門学校で学ぶ4年間だったりとか3年間っていうもので、積み上げる、そこで言われるポートフォリオっていう言葉と、進学を狙うためのポートフォリオ、例えば外国でじゃあインターンシップしたい。例えば今、ジャスティンはフィリップ・リムでインターンシップしてるんだけど、そのインターンシップ用のポートフォリオっていうのもまたちょっと違うんですよ。で、仕事取るようにも違う。で、日本で僕が学んで、これですね、最初に作った。これは進学できないんだけど、これだと仕事は意外と取れるんですよ。だからそういう微妙な差があるんですね。で、この時のこの僕の表紙は、3D プリンターと見せかけてただのグルーガンなんですよ。っていう、しょうもないあれなんですけど、その当時僕は、3D プリンターをどうしても学びたかったけど、持ってなかったし、使えなかったんで、グルーガンを使って手動 3D プリンターっていうのをひたすらやってた時ですね。っていう、写真なんですけど、こういう写真集の方がいい時もあるんですよ。ぶっちゃけ。でも、その出し方とかそういうポイントがあるんで、あと、
そうですね。これすごい見づらいんですけど、そのグルーガンで 3D プリンターをしてた時に作ったグルーガンでできた 3D プリンター風の靴ですね。超見づらいっていう感じ。まあ、っていう、まあ、しょうもない話しましたけど、休憩終わりましょう。ご視聴ありがとうございました。じゃあ、早速、ジャスティンの方に戻りますね。Sorry, Justin. Your mic is again mute. Good? We talk about lots of portfolio, right? Yeah, I'm talking about like my old portfolios too, just like, kind of I try to entertain, people during the break time. So, but let's go back to your presentation then. Yeah, I can start share my screen. はい、戻りましょう。これが、that's like from your BFA, no? Yeah, like my thesis work in master, also my bachelor work. Okay, Justin, would you actually mind to talk about this like Justin T, Oh, all about the cover photo. Yeah. Oh, actually, like this one Mengzhe is my Mandarin name, the Chinese name. Yeah, but like when I come to New York, I find this name is hard for foreigners to pronounce. So I just use my English name as like Justin. Yeah. So this quite become my logo to put on my website. で、まあそうなんですけど、まあ、チャイニーズ系の名前の人とかって結構発音が難しいするんですよ。Your actual name is like Mengji. Yeah, Mengzhe. Monju. Yeah. モンジュチーが本名なんですけど、チャイニーズ系の人って基本的にアメリカンネームをつけることが多いですね。で、それでアメリカに来たタイミングでジャスティンっていうアメリカンネームをつけました。で、ここそうなんですけど、すごいこれ見てほしいんですけど、僕ポートフォリオを教えるときによく言うんですけど、デジタルで作るときに確実にタイポグラフィーにこだわってくれって言うんですよ。タイポグラフィーって本当にメッセージ性が違うんですね。で、ここ見てください。もうひたすら自分の名前売ってるだけなんですよ。手書きバージョンとか、いろんな違ったタイプを使って、自分の本名とジャスティンがどういうふうに入れ違ってどういうふうに混じり合ってるのかみたいなところを使ってるんですけど、これがまあ彼のポートフォリオってすごいクリーンで分かりやすくてコミュニケーション、メッセージ性が強いっていうのはこういうところにやっぱりこだわりを持ってるからなんですよ。タイポグラフィーに対してもこのメッセージにはこれみたいなところをちゃんとツボをついてる。で、グラフィック学科を卒業するとこういうことをすごい徹底されるんですけど、やっぱりファッションだとそういうところ鈍くなってくるんですよ。そういうのも考えていただきたいポイントですね。I like this. Actually, I also want to mention one thing. Like when I come to New York, it's my first time to live in a Western country, the Western world. Yeah, so I'm not an English native speaker. So, like how to use to communicate in a visually way is more important for me and save my energy. So sometimes I work in more graphic way. It's like easier for me to communicate with other people. Right. Even we speak even we not speak the same language. Yeah. Right. で、彼も言ったんですけど、今回ニューヨークに FIT で来たタイミングが初めてなんですよ。そのウェストカントリーで住むのが。で、それで彼は、コミュニケーションが取れないと。言葉がわかんないし、喋りづらいから、だからこそなおさらグラフィックを使って、ビジュアルを使ってコミュニケーションを取らなきゃいけないっていうことで、すごい力を入れてるポイントですね。で、これ皆さん、本当に、ごもっともなんですけど、僕も国外に出るまでは、もう全然そんなんで困ったことないですよ。ビジュアルをその丁寧に作ろうとか、そのクライアントのため、おもてなしのために作ってるイメージあるんだけど、まあある程度でも言葉が分かればなんとかなるでしょう、みたいなところあるんだけど、やっぱ本当に言葉が通じないってなると、本当にもう理解してもらえないから、その作品の見せ方みたいなのがすごい研ぎ澄まされる時って来るんですね。で、まあそれがその留学の良さ、自分が全く気づいてなかった、その辛い部分とか試練みたいなのももちろん来るんだけど、そこでまあ自分が日本にいたら鍛えなかったであろう箇所みたいなのもすごい鍛えられてくるので、デザインの幅がどんどん広がっていくっていうのはもう本当に留学の基礎だ、ポイントだなと思います。Great. And you put glasses, no? Yeah, that's the glasses. こんな感じで自分のそのイントロダクションですね。自分のその特徴となるメガネも入れてるよっていう話ですね。Great. I can talk about like this one. Yeah. And yeah, maybe I start from my bachelor school. Yeah, I studied my bachelor in Taiwan, and it's the first fashion design program in Taiwan.
And actually, like that time, like when I started in school, like all the pattern making book is all published by Banka. Yeah. So like I actually, as a designer, I also influenced by the Japanese fashion system. And also the professors, like 60 years ago, they also like learned all the fashion knowledge and system from Japan. Okay. Okay. で、彼はその大学の、作品発表してくれるんですけど、まず彼のいた台湾の学校っていうのが台湾で初めてできたファッション学校で、教科書とか文化のやつを使ってます。で、文化の教科書を使ってて、先生たちも文化で学んでから台湾に帰ってやってる。だからすごい教育が似てると思うんですね。だからこれ僕面白いポイントだなと思ったんですけど、違った言語なんだけど文化から流れてる。だからなんかこう、ちょっとスタイルが共通するところとかもあるっていうのが、まあ、この文化とこの台湾のこの学校の、まあ、リレーションシップですね。シンチアンユニバーシティの。Yeah. シンチアンユニバーシティデパートメントオブファッションデザインっていうのが彼の大学ですね。と、ここにあるのはその大学時代にやったプロジェクトの一つですね。Right, let's talk about this. Yeah, and sometimes we have some like the 1 week workshop, like collaborate with some the foreign designers. で、1週間のワークショップが大体コラボレーション、デザイナーとコラボレーションして、この、シンチアンユニバーシティでは行われているみたいで、この時は、ミスター森永邦彦が、アンリアレイジのデザイナーですね。アンリアレイジのデザイナーの森永さんとの、コラボレーションの1週間のワークショップの内容でございます。Great. And this one is like 7 years ago. 7 years ago. Yeah, 7 years ago. Yeah, and led by the Morinaga-san. And and we developed based on his previous runway show collection. And so I start from my collage and illustration. Oh, I don't have the images to show the collection. So when you see his collection, you will know what I'm doing for this project. で、森永さんが持ってきたのはこのなんか人形の顔ですね。そのなんか顔みたいなものを、丸のコレクション、四角のコレクションとかアンリアレイジってやってたと思うんですけど、まあ森永さんのスタイルですね。皆さん気になるとアンリアレイジのコレクションを見てください。で、これ7年前って言ってたんですけど、7年前ぐらいより多分ちょうど8年、9年ぐらい前にちょうどそんな感じのコレクションやってて、まあそれのリフェレンスですね。で、その人形をまあデザインしていく、丸の中に落とし込むみたいなワークショップをしております。So this from my collage illustration, and because it's a 1 week workshop, so after when I like start to prepare apply for graduate school, I remake this project. Yeah, so I use the orange like I can get, then just translate my drawings on the orange. Then I cut it into like different small pieces, become the small pattern. そう、これあれですね。なんかこれ僕すごいなと思うのは、その 2D で発展するグラフィックですね。2D で発展するグラフィックをどういうふうに 3D に落とし込むかっていうすごいいいエクササイズですよね。例えばの話、服を 2D で描くんだけど、3D に仕方がわかんないってよくあるじゃないですか。もうそれのエクササイズですね。とりあえずシンプルな丸っていう 2D で丸をデザインして、それを 3D の丸に落とし込むとどんな形でカッティングされるんだろうっていうエクササイズ。だからパターンメーカーは絶対それ考えなきゃいけないんだけど、2D でもらうフラットからどのようにして 3D に具現化するかって、そこはもう技術の鍛錬が必要なので、それのエクササイズがうまくできてるってすごい思って僕はすごい好きなんですけど、彼は自分がゲットできる丸の物体、みかんを使って、この顔ですね、顔をパズルみたいに分解して、この顔はこんなペースに分かれましたみたいな感じで実験してますね。I love it. And when I did this one, I like after the school and I served in service in army for 1 year. Yeah. So that time I start to prepare for graduate school. And so this is also the material I can get when I service in army. So I'm like also I have lots of time when I work in the army. So I just have 6 orange, then just draw it and remove it, then draw it again. That's crazy, but yeah, great. この、プロジェクトなんですけど、台湾って1年間、やっぱりその義務で、兵役に行かなきゃいけないみたいで、その大学終わったと同時に、兵役に行きました。で、そのアーミーサービスに行った時に、このプロジェクトをデベロップしてたんだけど、その当時、
アーミーの中にいながらゲットできるのがみかんだったから、みかんを使いましたっていう、そういう、まあ、エピソードも含まれている作品ですね。That's so nice. And like after the orange, the small pattern, I translate it to the like medium-sized beach bowl, so I can make bigger. I see. で、みかんを使った後に、その大きいサイズにして、紙を使って、パターンを抜いていくっていう作業に移ります。で、これは彼がその FIT の大学に受けるために準備してたポートフォリオですね。で、そのために発展させていったポートフォリオになります。I like it. Yeah, then I use the printing machine to translate like bigger scope. I see, I see. で、プリンターを使って大きいサイズにしていく。で、スキャンして、拡張して、サイズにして、で、you actually made the garments. Yeah, I actually made the garment. So like when I make bigger, I need to calculate like some formulas here. I need to calculate how to like make it bigger scope in the like bowl shape. Life scale, right? So,ちっちゃいサイズから大きくしてって、最終的にその、原寸大、服の原寸大にするために、まずパターンを拡大して、計算式をして、で、それで出力したものを使って、最終的に服を使ってます。で、そこに並んでるその顔ありますよね。で、おかっぱの顔があって、それが服になったよっていうコレクションの図です。で、その下にある写真で赤丸されてるのが森永さんで、それと向かい合ってる、丸されてるのがジャスティンです。Nice. How long did it take? Actually, like when I did this project in school, it's just 1 week. So after that, including sewing? Including sewing. So it's a fast project. Yeah. I think not maybe 5 days, only 5 days. Yeah. 5 days. 5 half day. これなんか本当に日本の学校から来てるカリキュラムだなって思うけど、このソーイングのやつまで入れて5日でやらなきゃいけないみたいですね。もう本当にね、この日本のね、ファッション学校って、僕が外国に行ってからその状況を説明してすごい言われるんだけど、ドレスメイキングスクールじゃねえかってすごい言われるんですけど、本当に日本のファッション学校ってデザインのプロセスもまあそうなんだけど、とりあえず完成させるまでの時間が本当に短い。だからもうひたすらもう作ってやれるから、もうひたすらなんかその縫うとかパターンメイキングのスキルが磨かれる。だからまあ彼がその大学院の時に僕がうわ、すごい綺麗なものづくりしてるなって一瞬で思った、まあ、背景もそれですよね。こういう、まあ、文化から流れてきた、インテンスな、そのなんかグッと、詰まったカリキュラム出身者って感じですね。Right. Oh, we're here. この、みんながボールを持ってるんだ。集合写真で。一人が一つのボールでこのプロジェクトをやって、みんながこれ作りましたよっていう形でボールを万歳しながらやってる絵がこれですね。みんなボール持ってですね。これでも5日でやったってすごいですね。Great. And this project is also the first time I know how to make the garment without a standard number, maybe number 8 or number 9 size mannequin. How do you make a garment without a mannequin, not a standard body type? で、これが彼にとっての初めての、まあ、経験で、そのボディっていうものに人体みたいなのを考えずに、もしそのマネキンがなかったとしたらどういうふうにを作るのかみたいなところでチャレンジしたプロジェクトだったみたいですね。ぐらいで、これ皆さんなんか特殊に見えるかもしれないけど、これシンプルにドレーピングですからね。ドレーピングはまあ 3D のものに対して貼り付けながら作っていく、まあ、これはドレーピング作業なので、ドレーピングを丸の球体の上にしたっていう感じですね。ぐらい。Should I share other project? Do you want to show your website? Yeah, maybe I can choose some projects. Yeah. I like the hospital things. Yeah. Oh, yeah, this one? Uh-huh. So this one is a project also I did it in bachelor. It's a project like work with a hospital in Taiwan. 台湾の病院とどういうふうに一緒になって服作りができるかっていうプロジェクトですね、大学の。So my work is like work with the patient, the doctors and nurse, and to make the hospital's apparel more convenient to wear. はい。で、そのお医者さんとか看護師さんとかその患者さんがどういうふうに楽に着ることのできる服をデザインできるかっていうプロジェクトですね。Great.
Isn't this one also maybe 7 or 6 years ago? 7、8年前ですね。ね、なんか、これはそのなんか、まあ、例えばその患者さんがどういう動作をしなきゃいけないか、どういうところをケアしなきゃいけないかみたいなところのリサーチをしてますね。で、もうこの時点で分かると思うんですけど、その大学院に行こうと、その大学のこの時点からもう彼のスタイルってありますよね。グラフィックがあって、そのユーザーに対してどういう思いやりをしたデザインに発展するか。だからまあそのストーリーが見えてくるっていうのがまあここにもすでに現れてますね。I like this. Yeah, this one is the problem when I collect from the interview with the patient and doctors, and I visualize the problem. で、そのどういう問題点がありますかっていうのをインタビューを実際にして、こういうところがあるよってまとめたリストですね。Good. So this, yeah, like this one is the details. I change the structure of the approach. So like for example, because most of the time some patient is in a wheelchair, Right. so the openings need to, like it's not really convenient for the patient or the people help them to wear. So basically, I change the structure of the hospital's garment. The opening become put on the shoulder line. So when you sit in a wheelchair or maybe you lie in the bed, it's not like press the fasteners or the seam allowance. So I put the seam allowance at outside. Oh, I see. で、これはそのなんか例えば歩行が困難な方のための服のデザインなんですけど、車椅子に乗ってたりとか寝たきりの場合にどういう服だと着やすかったり脱ぎやすかったりするのかっていうところの空きの場所を考えたりとか、そのやっぱりその見た目もそうなんですけど、まあ着心地とかその着やすさみたいなところを重視するためにその縫い代を全部外に出して処理してる。だからその体に触れるところに縫い代が当たらないようにやってるっていうデベロップですね、デザインの。これはもうまさに本当デザインですよね。これはもう本当に服のデザインって感じですね。そのカスタマーの求めるものをより良くしていくためのデザインをここでやってる感じですね。だからそれにはまあもちろんその人体のムーブメントがあって動き方とかそういうものをうまくこうリサーチしながら発展してる感じですね。Great. Like the pants, I change the structure more like a diaper. So openings is at both sides. で、そのパンツもなんかそのおむつみたいな感じのなんか仕組みにしてるんですけど、下にまず敷いて横でこうひっつけていくことによって皆さん着せつける人が着せやすい。で、その着せられる人はあんまり動かなくていいよっていうやり方をしてる感じですね。Is it actually produced for the hospital or it's just kind of like experiment? Yeah, it's more like experiment. Yeah. Yeah, because like for if you to make it's more complicated because of the budget. Yeah, for the hospital budget, if you need to change the whole garment, it will become you need lots of budget to do this thing. Right. Someone should do that though. まあこれはすごいいい企画だと思うんですけど、まあそういう企画ですよね。だから本当にプロデュースされたわけではないそのデザイン案ですね。っていうのが病院のその予算とかで服を全部デザインを変えていくっていうことが不可能だからっていう状況なんだけど、これは彼の起こしたデザイン案ですね。僕的にはこれは現実的にあった方がいいからやるべきだと思うんですけどね。本当に求められるファッションデザインってファンシーなファッション誌より僕はこういうところだと思っているので、ちょっと悔しいですけどね。Great. I think like this is your website, right? Yeah. If you can like put your URL to the chat to everyone. Oh, the this one. website address. Yeah, website. Yeah, if you can copy and paste and to the chat to everyone, and then they can also explore themselves about you as well. で、今ちょっとそのウェブサイトを、チャットに流してもらうように言ったんで、このウェブサイトをチャットの方に流れるんで、気になる方は、ジャスティンのそのウェブサイトをチェックしてみてください。で、これ、ウェブサイトって何のためにって、基本的にはデジタルポートフォリオなんですよ、基本的には。なんで、今回プレゼンテーションで使ってくれたデジタルのプレゼンテーションファイルはファイルなんだけど、ウェブサイトっていうのは基本的に別にこれで物を売りたいとかそういう話じゃないんですよ。別にウェブサイトを開くから何かを売ってくださいとかそういう話じゃなくて、その自分の作品をリンク一つで誰にでもこうシェアできるっていうところがやっぱりウェブサイトの強みなので、彼は自分自身でウェブサイトを作ってます、これは。
自分でウェブサイトをプログラミングしてやってます。で、彼が作ってるのは、そのスクエアスペース .com なんですけど、僕もスクエアスペース使ってるんですけど、スクエアスペースって、もともとフォーマットを作ってくれてて、自分たちでアップロードとか編集がとてもしやすいんですよ。なんで、そういうやり方でもいいので、ウェブサイトを自分で作る。そのウェブデザイナーにお願いして何もかにも一から作る必要性は全くないので、そういうプラットフォームを作ってて、アップロードしてデジタル化するって感じですね。Justin, I think that's it, no? Yeah, that's it. Okay. Would you like to If start? anyone have any question, I can start share my screen. いやいやいや、そう、という感じで、ジャスティンはやっぱりかっちりしてますね。ミニマリストって感じなので、今回初めて7回目にして時間オーバーせずに終わることができました。ということで、ジャスティンありがとう。Thank you. ありがとう。ありがとう、ありがとう。Thank you so much. そう、これは本当に珍しいことなんですけど、大体今回初めの方はちょっとしっくりこないと思うんですけど、大体、プレゼンターの人って